今より1000年余り前、朱雀帝の御時、天文の博士で鴨野安則という学者がおりました。博士は金羽玉兎衆という音陽の秘宝の一環を持っていて、天変地異に備える意見を奏上する役目を果たしておりました。ところが博士には子供がなく、跡取りには羊の方、羊の年、羊の月日に生まれた娘を迎えるべしとの神のお告げにより、早速その役目を2人の弟子安倍安名と芦屋道満に言いつけました。しかしそれは当てどもない大変困難な旅でした。がとうとう河内の国泉の里に姉は榊といい、妹を葛の葉という双子のいることを安倍安名が探し当て、姉の榊を跡取りにもらい受けることになりました。妹の葛の葉は去りゆく姉を慕って姿の見えなくなるまで泣いて別れを惜しみました。それから10年余りの年月が経ちました。白い虹が出るとは不吉の前兆ではあるまいか。古老の言い伝えにも聞きません。まだ夕焼ける時刻でもない。気味悪い赤さ。庭の緑も池の水も
我らの衣さえも色あせて見える。お顔の色までも。捕虜の冬に死を吹きましたる富士の明道もまだやまぬと申します。人々の不安を良いことに都の内外に盗賊の群れが横行するというが、このようなことがあってはなおのこと。治部家、都中の様子はどうじゃ。はい、先ほど役目の者に命じ調べさせておりますれば間もなく知らせまいりましょう。みんな、小野の吉村様が関東の戦から帰ってまいられましたぞ。ほら、あちらじゃ。ほら。関東に何かあったそうじゃが。富士がまた火を吹いた。え、はあ、白い虹がそれで出ましたなんてな。こりゃ地が揺れてひび割れる前触れじゃぞ。関東は火の雨。都に白い虹。なんかのたたりじゃ。乱起こるの前兆。父上、何と仰せられました。地に乱起こり、政が二つに割れるのじゃ。お師匠様。おお、安永か。この家、何事の前兆でございましょう。大塩家に参りました。地に乱起こり、政が二つに割れるのじゃ。政が二つに。そうとしか返されん。月を貫く天辺、天文の白紙を名乗るこの安則にしてもわからん。今は金具玉と衆に頼るほかはない。榊、奥と二人に会ってきた限りようがある。楓、奥を呼べ。はい。わしの案じた通りじゃ。何とございます。発行火を貫けば天使のたたり。
月を貫くは東宮の御慎。月を貫くは東宮の御慎。そうじゃ。その先は何と記されてござります？それは軽々周遊をはばかる。皆身内でありますのよ。いや、そなたたちを疑うのではないが、鍵も二人に預けるほどの大切なもの。わしの相続者の他にはこの金右局と衆を解かせるわけにはいかん。都大路では民が恐れおののいております。それについて何か記してはござりませぬか？急ぎ三大使を太政大臣様に御前所遊ばされるよう奏上申さねばならん。支度をしてくれ。ご三代を？帝あっての民草。急がねばならん。それにしてもわしが目をかけている弟子の二人、一人の安名はこうしていち早く駆けつくる熱心さであるに、東満はなぜこんのじゃ。道満様、お越しでございます。今頃何用じゃ。お言葉ながら夕方よりのこの異変に驚いて御所に参上いたし、ご皇室様の御兄上治部太夫様までこの異変を解説なさるお方は我がお師匠様より他にござりませぬと言上いたし、わしを売り込んできたと申すか。まあお前様、それはあんまりなこと。過言ではない。はばかりながら御用の白書を名乗る鴨野安則じゃ。御所のお方には知られている。ではございましょうが、お師匠様にお尋ねなさることを急ぎませねば。いや、この異変を尋ねるにはわしを置いてないとはどなたもご存知のはずじゃ。この大切な金右玉兎衆、二人のうちの一人に譲り置きたいと思うていたが、そのような出過ぎ者にわしが後は継がされんぞ。榊、さあ鍵を。白右衛門、出資の支度、馬を引け。白右衛門、市中野党が横行していると聞きます。忠須の森あたり気をつけるのじゃぞ。は安名様、先ほどの父上のお言葉お聞きなされましたか？安名様がお褒めを受け、道満殿がお叱りを受けて、後を継がさぬとあらば父上のお胸の内は、お後継ぎは安名様。しかとしたお言葉を賜るまではめったなことは。分かっております。したが最前よりの気難しいお顔の色、何を考えていられるのですか？この榊にも言えぬほどのお苦しみか。安名にはお師匠様の心の内がわからんのです。それはまたなぜに？榊殿も知っての通り、都中の者は世ものやらず不安におののえているというに、お師匠様には民心よりも僧正の方が大切と見受けられるのです。安名様、そのようなお言葉、なぜ直に父にお話しなさらぬのですか？よいのです。お優しい安名様のご起請では無理なこと。でも榊にはどなたよりも学問を大切になさる安名様、
嬉しゅうござります。榊殿、あなたは私の心が分かってくれる。この世でただ一人のお方だ。お前のその目、お前は榊が好きなのではあるまいの。めっそうな。榊は羊の年の羊の日に生まれた女というばかりで、泉の国の篠田の庄司の家からもらわれてきた女。あんなゲスな娘におめおめと跡目を取られてなるものか。こっちにはこんなかわいい殿子がおわすのじゃ。どうしましたのじゃ。はあ、津田の森に入りましたところ、野党どもしき者に襲われ、我ら防戦に努めましたるが、親方様には会えないご最後。お師匠様、父上様、お師匠様、不甲斐ない。何のための守りじゃ。お師匠様、父上様、お師匠様。早速ながら鴨の康則に急ぎ参内するようご状を受けてお使いに参ったれば、康則不慮の死を聞いて仰天している。よって御用奥義に使いの者をやったれば、それなれば跡継ぎの者がおるであろう。それが代わって参内するようにとのお言葉じゃ。恐れながら跡継ぎの者を定める言葉を残す意図間もなく。決まっておらぬのか。恐れながら金右玉都州海賊のお役目、この道満に仰せつけくださるならば。おう、それはよい。道満殿を置いて南海の玉都市を解き明かす指揮者は他にはおりませぬ。しばらく。そこもとか安倍の安名と申す相弟子は。さようにござります。異変一刻を争うこのような時、一人と言わず二人揃って三代、おのおのの意見を申し上げましては。それも一案。恐れながらそのお役目忘れがたみ私にお言いつけくださいませ。父が教えの片端、代わってお伝え申すこともできましょう。榊殿、大役なぜまたそなた。安名様、罠じゃ。弁舌巧みな道満とそなたと一緒に参内させようと図っているに違いない。母たちの陰謀、愛しいそなたをどうしてそのようなところへやられましょう。舌が思うても身の震える殿上で榊殿にもしものことが。ご案じなされますな。二人は父の許した中、金を玉都州は命に代えても守らねばなりません。
でももしもお咎めがあったその時は。この命少しも惜しいとは思いませぬが、ただ安名様と。私と？はい。思えば泉の里からはるばると安名様に連れられて都に来てから早ととせ、二人は固い縁に結ばれているのでござりましょう。私とて思いは同じだ。もしもお咎めがあったその時はこの安名とて生きてはいません。共に沿っていくとおぼしめせ。お情け嬉しゅうござります。しっかりと抱いて勇気をつけてくださりませ。しっかりともっと強く抱いてくださりませ。榊とやら、この度の異変につき父の言い残した言葉もある。はい。何と申しおった？恐れながらこの度の天災、白い虹が火を貫けば天使の御身のたたりなれど、月の体を貫きしは東宮様の御慎み。何？わしが慎み？その訳は？はい。その訳は。構わぬ。申してみよ。東宮様、お妃様に若宮の宿らせたもうことなくば純薬の乱るるものと拝察されます。わしが宮すどころの腹に若宮が宿らねば？それにはどうすればよいのじゃ？申し訳ござりませぬ。ただそれとのみ反ずるほか、父を失いましたる私には。そような重大な源氏をあえて吐いて、それを実らせる手当てを知らぬとは心得ぬ。そちはいたずらに御所内を騒がせに参ったのか？お言葉ながら死人に口なし、それを求めるのは無理と申すものではござりますまいか。いやならん。それでは御所を恐れぬもののすること、世を惑わす門人にも等しい。お待ちくださりませ。榊の前、そなたの父に伝えられた東土の白道仙人の書金羽玉兎集があるはず。あれを紐解けばこの手立てを明らかにいたすことができるはずではないか。はい。それを読み分けまするのは父が弟子の二人、安倍の安名、芦屋道満の両人よりござりません。それなれば早くその二人を。お言葉ではござりまするが、これを読む者は父の後を継ぐ者と定められているのでござります。ならば後を継ぐ者はその二人のいずれなのじゃ？はい。
安倍の安名と言い残して父は見まかりましてござります。申し上げまする。私めの妹は故安則の皇室にござりまするが、さような遺言の証拠になる筆跡はないと聞いておりまする。ないのか。はい。私は芦屋道満より安則が工事を託すと言い残したと聞きおります。いえ、言い残したは確かに安名と。道満は一の弟子。勝はこの異変に際し真っ先に御所に参り、前所方を進言せし忠義者。何とぞ道満を後継者にお定めくださりませ。いや、安名は師匠安則が名の一字を与えしほどの目をかけし者にござります。後継ぎは安名でなくてはかないません。ことは一刻も猶予はならぬ。勅命をもって二人のうち一人を後継者に定めよう。芦屋道満にお命じなされます。お待ちくださります。恐れながらかの一貫は館のうちに誕生しましたる大元尊神社の扉うちにあり、真意により後継者を定めたまわねば開けることはたとえ至上の命なりともかないません。ならば御くじによりその真意を尋ねよう。岩倉治部、小野義古、両人は個人に格別のゆかりある者のようじゃ。直ちに鴨の安則の館に向かい、両人立ち会い、大元尊神社の前にくじを取るがよかろう。お待ちくだされ。式は箱を開き、一貫の前で執り行われるのがしきたりと承っておるが。いかにも岩倉殿のお言葉もっとも箱をお開きなされ。どうしたのじゃ。一貫がござります。何、一貫がない？皇室ないでことが済むと思うのか。それでもなくなろうはずのないものが。さてはお前が誰かに盗んでやったのであろう。無体なこと。なんで私が。それでも箱の鍵はそなたが持つ。いや、榊様に限ってそのような。箱の鍵を申されるなら扉の鍵は。私の鍵をどうぞして扉を開いたのであろう。お主が一貫を隠したのに違いない。さては両人腹を合わせての企みと見受けた。滅相なことをおっしゃられる。仮にも遣唐使安倍の仲間の因、お互いにも程がある。吉古殿、このくじは里闇じゃ。国中にとっての一大事。すぐさま御所に立ち返ってこの旨を言上申し上げなければならん。また礼。このことが公になってはこの矢の傷。疑いは皇室にもあらず。ことを荒立てては絶火ともなる大事であれば家中一同にて行方を尋ねられよ。手塗り。箱の鍵の直接の責任は榊の前。引っ立て。はっ、師匠だ。待て。離れ。事の真意を明らかにせず引き立てるとは無法だ。先に安則殿の不慮の死といい、金玉都州の
突然の紛失といい重なる不吉。玉と氏は必ずこの安名が探し出してみせますぞ。安名様。この強情者めがまだ言わぬか。知らぬ者がどうしても遊ばしょ。どう遊ばされても存じません。白々しい。盗んで安名にやったのであろう。お父様、金羽玉と氏は誰がどこへやったのでございましょう。教えてくださいませ。安田様、無事宝が晴れますぞ。わけわからぬこのような結果。卑怯だ。卑怯。白右衛門、もうよい。姫。安名、お前たちにこの矢を取られてなるものか。明日は二人とも検非違使の町へ突き出してやる。今夜が見納め。よく顔を見ておくがよい。待て。二人を散々いじめてやりました。明日は縄を打ち検非違使の町へ突き出してやります。二人は打ち首、仲よ地獄へ旅立つとよい。これでかわいいお前は安典の跡目。お姫様、お姫様。
確か清田ちゃんに知られたのじゃ。返してください。これは何でござります？みんなが騒ぐ金玉都市。玉都市。どうしてこれを？偽物ではござりませぬよ。社の扉の鍵は私、箱の鍵は榊が寝所に忍び寄り、守り袋の中から鍵を取り型を取って合鍵を作らせたわけでござりますな。底知れぬ牛と。これでそなたは出世。もう話しませんぞ。だがこれがどうして私たちの手に入ったと申しましょわけもないこと。榊を詮議したところ、寝部屋に隠していると泥を吐いたので、早速探したところござりましたと。
局とし返せ返せ返せ早く早く手に入った姫金玉都市が手に入りましたぞどこへ行かれた榊殿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 金玉都市が手に入りましたぞここにおられたか師匠との後を継ぐのじゃよいな榊さんどこへ行かれる榊教えてたま姫はどこじゃこの世に霊があるなら今一度会わせてくださいせめて姫に似た人に
榊殿、そこにやったか。これ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 。人は教えてとの重ねを身に添えて黒い乱れで
やっぱり姫じゃ。姫。カカ様、悪いお人が声かけて追ってまいります。怖い。操ってくだりまするか。己だ。姫を返せ。榊殿を返せ。やるな。おお、安名殿ではないか。安田様。おお、榊殿のおふくろ様。日野田の庄司殿。どうしてかようなところに。私はお前様方にお目文字申し、お詫びを申そうと参りましたが、榊殿が生きておいでになったとは、こんなめでたいことはない。榊殿、親子の前だとてなんでそんなに恥じらわれる。せや夫婦とお約束をした仲ではないか。さあおいでなされ。お目違いなされます。これは榊の妹の楠の葉でございます。よう似た妹でございます。妹よう似た妹じゃと。安田様、どうなされました。とにかくわしの家までお伴い申そう。何かひどい責めくと悲しみにお心乱れているのじゃ。ご養生僭越に願うならお気も確かに戻られるであろう。急ぎご参集を煩わしましたにつき申し上げます。数つらい東の街道に馬主人の黄金がにわかに吹いてまいり、内々その訳を調べておりましたところ、西の瀬戸内に船主人の難をまた続発いたしまして、容易ならざる競争にござります。よって厳しく戒めておりましたが、本京関東に平将門無言の法に接し、まなく西の海に藤原の住人を乱暴の知らせ、先に出羽の不習の反乱もありましたこととで、一時も早く鎮圧の手段を講じたまわんことをこいたてまつります。正門と住友が相こうして立ったのであろうか。そうとしか思えませんが、どうじゃそのようなことは。はあ、その証拠は見えますのが、ただ一つ東からも西からも申し合わせたような噂が流れてきているのでございます。というのは申せ。富士がまた潮を吹いて、こたびは山の姿を牛のぐらいに吹き上げ、その土は天を覆って国中に降り、一切の草木作物を枯らし、琵琶の湖に降り積み、湖の水あふれて比叡の山を越えて都に流れ出て、都は水に没する。たわけたこと。方々、それからどうなるのじゃ。国は関東と関西の二つの島に分け隔てられ、東は親王平将門、西は筑紫王藤原の住人。白い虹が出たのもこの道県の前触れであったなどと。笑い事ではない。さような流言のいささかも根拠なきことを国中に示さねばならん。先頃謎を解く真意の書のあるというのはどうしたのじゃ。申し上げます。その金羽玉と衆は仏庫いたしました鴨野安則の弟子
安倍の安田の凶暴に遭い、いずかたへか持ち去られて行方が知れるのでござります。そのようなものをなぜ捨てておくのじゃ。一時も早く探し出せ。安田の在所、大方は知れましたれば、近く必ず。近くではない。今すぐじゃ。はっ。金玉都衆の一環はいかなる方法をもっても我らが手中に収め、民心掌握の道具にせねばならぬ。草の根を分けても探し出し、安名が首をはねるのじゃ。さすればあの書の解読は道満お身一人。相分かったな。さて、死んだ榊が言いよったことは、発光月を貫くは東宮のお慎み、それには巫女のご誕生なくばと抜かしおったが、真偽のほどはともかく、帝も東宮も大層気に病んでおいでになる。道満、そなた金羽玉都衆を手にした時、何か良い方法を読み取りはしなかったか。ございました。あったか。何と書いてある。こうでございます。毛色広き女狐の生き血を取り、神女の下陽に向かって途中に埋め、抱き荷の法を行えば子をはらむとありました。おお、それは良い。すぐさまその生き血を持参なし、言上申し上げれば我らの出世は疑いなしじゃ。だがそのような白狐が。殿、そのことならば気遣いはございませぬ。我らの小国篠田の森には狐が群生しておりまする。その中に年降りし白狐を見たと申す者がござりますれば。それならば早速言上申し上げ、狐狩りを取り行おう。さあ、今より用意しておけ。はっ。安野様、ご覧なされませ。お百姓さんたちが五穀豊穣を喜んで念仏踊りを踊っております。おお、面白い踊っておるわ。わしも踊ろう。さあ、榊殿もおいでなされ。また榊殿と葛の葉様でござります。黙っていや。安野様は姉様と間違えておいでになる時が一応幸せなのじゃ。榊殿。はい。庄司殿はいつわしらの祝言をしてくださるのであろうの。安名様のご病気が治りましたら。病気？わしは病気じゃない。大元尊人がわしの願いを聞き入れてそなたを返してくだされてから、もうわしはこのように豆じゃ。どなた様か狩りをなさると見えまする。さあ、お戻りあそばせ。なぜやめるのじゃ。もっと踊れ。神の邪魔をしては鞭を受けまする。さあ、早く参りましょう。なぜやめるのじゃ。もっと踊ればよい。さあ、早く。安田様、早く参りましょう。
かわいそうに狩人の矢を受けたのじゃ。これはしっかりしなさい。よいか。確かにこの辺り白狐を仕留めたはず。お前たちは知らぬか。白狐を。何？白狐？人間と獣の見境つかぬたわけ者。この矢であろう。すまん、送ってやろう。よいか。馬場様、しっかりなされませ。よいか。ありがとうございます。いやいや。この矢でござります。おお。ありがとうございます。危ない。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はよ入って傷の手当てをせねばならん。お戻りくださります。あなた様方のお入りになるところではござります。何の遠慮。いやしい貧乏の住まい。かもうことか。なりません。なりません。おやおやと何事じゃ。ばあさんを何と引き去ったのじゃ。違うおじいさん。わしはこなたに命を助けてもらったのじゃ。役人に矢を追いかけられたこなたがお手当てくださりかがです。そうとは知らずご無礼なこと何卒お許しくださいませ。いや、お礼には及ばん。本当はおばば、どうしたんじゃ。住んでのことに命を取られるところ、今貴様と話しているお方に助けられたのよ。大丈夫であろうか。お気遣いはいりません。そうか。大事なければよいが。おお、きれいな水。もしその水は飲めません。いや、手は洗うのじゃ。きれいなお方じゃな。なんじゃおばば、お嫁のあるお方じゃないか。あれは嫁女じゃない。篠田の庄司様のお姫様、クズの葉様じゃ。じい様。随分と気をつけてあげなされ。お情け深いお言葉。ご恩は一生忘れません。さらばじゃ。もしママの命の大恩人、せめてお名前なりとも。わしか？はい。わしは安倍の安名。安名様。庄司様のお姫様、もったいのござりました。大事になされます。はい。かわいそうに。榊殿を狙う者の矢を受けたのじゃな。
悪夢め、とうとうここを嗅ぎつけおった。大恩あるあのお方にご難儀がかかっては申し訳がない。お送りしてこい。しっかりお守りするのだぞ。もしものことが起こったらな、篠田の森へすぐに知らせに戻るのじゃ。分かったよ。わしはな、これからすぐに眷属を集めに行ってくる。生き物はやめる。むごたらしい狩りは嫌い。榊殿も嫌いだの？はい。お優しい安名様のご騎士を。でも私は姉の榊では。榊でも構いません。安野、おとなしい縄にかかれ。縄にかかれ。何の罪とがあって安名様に。おう、これなる危の安なくと安則様の皇室を殺害なしたる上、金玉と衆を奪って筑前摂取大罪。それ者ども帰れ。安らの懐に巻物がある。それを取るのじゃ。離せ。どうした榊殿。榊。じーん。じーん。じーん。ああ、ここまで来ればもう安心。追ってはおろうか。悪右衛門も仲間の者たちも知らぬこの山の中。ゆっくり解放して差し上げるのじゃぞ。解放してと言うて一人でかい？おお、知れたこと。わしはな、馬場の看病に戻らねばならん。でもわし一人では。寂しいもあるまいが。安名様はな、馬場の命の大恩人。どうやら都の悪者どもに追われていなさるご様子。命に代えてもお守り申さねばならん。したがな、里の者や庄司様には狐隠し、いや
神隠しにお会いなされたと言いふらしてお治りなさるまで術を待っておもらい申すのじゃ。それまでは大事な金運玉頭衆、どんなことがあっても出してはならぬぞ。でもわしらが店を知られては。いや、まだ知られてはいぬ。そうじゃ、お前最前庄司様の姫様を見たろう。きれいなお方。いや、もったいないが葛の葉様のお姿を借りれば疑われる気遣いはあるまい。わしが葛の葉姫様に？おう、そうじゃ。姫様に化身するのじゃ。でも正気に帰られたその時は何とお答えすればよいのかい？その時は庄司様の言いつけで都の宣言の静まるまでここにこうしてお隠れなされとな。分かったか？納得か？納得はしたけれど、わしあんなきれいな殿元恥ずかしい。こいつ恥ずかしいもあるまいがしたがな、おこん、これだけはずんと肝に据えてめったな間違い犯してくれるなよ。わしらが文罪を乗り越えて道ならぬ道に迷うたらその時こそ100年目。お前はもう仲間外れの一人狐。一人狐？恩は恩、仇は仇。わしらの未生には人間界は仇なもの。正気に帰ったその時はきっと捨てられに決まっている。分かっているの？よう分かっているわいの。でもじい、たとえ1日2日でも美しい姫様に決心して人並みらしい振る舞える。わしは嬉しい。じい、わしは嬉しい。拝みます。いいらしいことを抜かしよってこのじいを泣かせてはない。さあはよ、ご恩返し、人に及ばぬご介抱よく世話して差し上げるのじゃぞ。はい。
もうこれで痛みも止まります。お気がつかれましたか。榊殿。ここはどこじゃ。榊殿。いいえ、私はクズの葉でござります。庄司殿がわしらに所帯を持たせてくだされたのか。新所帯じゃな、榊殿。榊ではござりません。何を言われる。もしもお咎めがあったその時はこの安名とて生きてはいません。共に沿っていくとお約束したではござりませぬか。榊殿。違います。違いませんね。違いませんね。しっかり抱いて勇気づけてくだされと言われたはずじゃ。許して話してくださります。我が
の出世の祈り、母は心を染め肌の新規新と立て横に。おお、捨て置かれたか。悪いかかさんじゃ。よし、わしが叱ってやりましょう。何度放っておくものか。のう坊。坊はトトさんが好きじゃゆえ、わざと泣かせておいたのじゃな。それにつけても、おじい様おばあ様のところへ行きたいの。このように可愛い育ったものをご覧になればどのようにお喜びになるか知れぬのに。なりません。なりません。何でお目にかかれんの？何度も何度も言うて聞かせましたじゃないか。昨日も麓の里へ木綿を持って行きましての話では、瀬戸の船盗人が小野の義古様に摂津の浜に追い上げられ。何？義古様に？はい。泉の国へ逃げ込んだ様子。大層ご詮議が厳しいと申します。お諦めなされませ。ああ、そうじゃ。平将門や藤原の住友が謀反を起こしそうなと聞いていた折に、あの白い虹が出たのじゃな。白い虹。君の玉都市はどこへ行った？どやつが盗み下ったのじゃ。早を探し出して都へ登らねばならぬ。あの一巻には東宮様の御慎みを解くなどが記してあるはず。あの一巻に東宮様の。晴れがましい。坊が持っていくのじゃ。坊は天文の博士になるのじゃ。さあ、都へ行こう。都へ行かねばならん。そうじゃ。明日旅だぞ。さあ、支度じゃ。都へは行けません。都へは行けぬと？なぜじゃ？都へ行けば罠にかかりに行くようなもの。罠？秋の延べには狐の罠がたんと仕掛けてあるわいな。香ばしい揚げ物などに目をくれるな。食べたら落ちる命がけ。小狐の小さい時から教え込まれた人間の悪知恵。そうじゃ。もう芝がありませぬわいの。ご苦労ながら気晴らしに一狩り買ってきてくだされ。うん、よいわ。賢い賢い。なんと買ってきてくだされ。うん、よいよい。
子じゃ。ねんねしな。ねんねしな。よしよし。よしよし。坊やのととさ、よいととさ。舌が最善のお言葉。胸に針打たれるように切ないが、あの一貫をお渡しするその時は、お前に別れねばならぬ時、こんな可愛いお前がいるのに、どうしてあの一貫が出されましょう。古うたればこそ叶えられたこの恋、この幸せ。お前という子をなした仲なれど、いつか正気に戻られて。わしが水を知られたなら、どうしようぞいも、思うまい、思うまい。殿屋であろうかの。他に家はなし。尋ねた道に間違いがありませねば、この家に違いございません。間違いなく安名殿がかような指関静ヶ谷におわすであろうか。まずわしが確かめましょう。頼みます。安名殿と申すお方はうちにか。はて何人も見えぬが、それに参る戸惑に立ちおり、さっきも似たりとびっくりし、これ女房よ。これはわしが葛の葉に相違なかろう。何をたわけたことを仰せられまする。クズの葉でのうてどうなります。だがわしが目の狂いか。あこに娘が旗を追っている。広い世界に同じ人間似た人もあろうといえど、姉が榊の亡霊でも出ぬ限り、そなた覗いてみてくりゃれ。困ったお人。それでは庄司のせいにもなりますまいぞ。庄司殿、ものが言われぬ。あちらがまことのクズの葉か、これがほんのクズの葉か、親の目さえ今となり、
こにどまぐれて気が迷う。これは庄司様ではござりませぬか。安名殿、探したぞ。探したとは消せぬこと。いつお目文字申すことが許されるかと、そればかり待っておりましたが、もう大事ござりませぬか。何を仰せられる。合点の床のお言葉、まず娘に会うてやってくだされ。これはわしが留守なうちに早榊にご対面なされ、衣服を着せ替え、今連れてきたように見せ、この安名を困らせてお笑いなされおためか。女房も女房、今初めて来たように、なんじゃのう。もう孫までできたものを夜なのお言葉、お抱かせ申せぬも口惜しと思っておりました。子供を設けたと。安名殿、さてはあの子が。この子はお前様が行方知れずなりましてより、恋しも恋し忘ろうておりましたのじゃ。妻が煩うていた。アホなこと。まさかそなた、榊が霊と暮らしていたのでは。からかわれるもよい加減になされ。安名殿、しっかりなされ。安名殿、安名殿、どうして二人のクズナがいるのか、とくとお物語くだされ。わからん、わかりません。夢を見ていたのではあるまいか。恥ずかしいやわさましや星月包み視界もなく己と本性表して妻子の家もこれぎりに別れねばならぬしなとなる。こちらにも榊、あちらにも榊。わからん。これはどうしたのでござります。安名殿、心静かになされ。開けるのじゃ。開けられません。この戸はめったに開きません。開けてくれ。わしはまことは人間ならず。お前様に命助けられしおばば狐の孫娘。ご恩を放然とクズの狭間のお姿を借り、お怪我を解放するうち、めったにかなわぬ恋心、道を踏み外したが身の誤り。
ちなる畜生さんがいは人間よりは幾百倍。待て、たとえ夜間の身なりと駒でなした二人が中じゃ。さあ開け、とっくりと話をしよう。さあ開けてくれ、開けてくれ。この子は置いて行きまする。置いて行きまするゆえお育てくださります。お姿を借りましたクズの母さん。己が姿で駒でなしたとお思いな。さのびにくうは思われますまい。母はこのまま去ります。どうか達者で大きゅうなり。年の子じゃものと人に笑われそしられて母が名もでも言い出すがここを開けるのじゃ。わしはお前をこのままやらすことはできん。ありがたいは山々なれど、こうして本性を明かしたから浅ましゅう二度とはお目にかかれません。いやならん、去ることはならん。たとえ吉でお妻に持ったと笑う人は笑いません。わしは少しも恥ずかしいはない。もうこの上苦しめてくださりまする。どうぞ黙ってやらせてくださります。母はそなたの陰身に沿い行く末なごを守ろうぞ。おいしく恋しくば訪ね来てみよ泉なる篠田の森の恨みくずのは
君や最前までの住処は消えて辺りは一面枯れ野の景色。これぞまさしく妖怪変化。ここは枯れ野原。我が住まいせし家は夢の住みかであったのか。安名殿、正気に帰られたか。あ、日野殿、庄司殿、靴の始めか。金の玉都市。さては狐の妻が。恋よ恋、我中空になすが恋。